おはようございます。画面は暗いかやっぱり暗いかどうだすみません。なんか質問があったら、星印をつけてもらえると助かります。で、質問を、あら、よいしょ。今日はちょっとデッサンをやってみようと思うんですけども、ちょっとこう、光を調整させてください。ちょっとすみませんね。プロパティ。どうしてもですね、こう、ある程度、一定の光にしたいので、ということで、焦点も合っていないはずなので、このぐらいかな。で、かなりドラマチックな状況かなと思います。すみません。もう12名。すみません。なんかね、デッサンを始めたいという方とかもいると思いますし、いろんな方おられると思いますけども、今日、かぼちゃをね、僕、こう、庭にですね、あらら、武装さん、こんにちは。あの武装さんでしたっけいつもこうデッサン送ってくださるの。誰でしたっけごめん、名前覚えれないんですけど。とりあえず光の設定っていうのは、やっぱりある程度一定にしてあげた方がいいということで、もうこちらからビューと来てます。ビューとね。で、ここに一応こう、なんていうか、こういうライトは用意してあるんですけども、これは補足的にですね、画面があまりにも暗くなってしまうので、ということで。で、かぼちゃこう庭で採れたやつも、あれなんでですね。で、こう見ての通り、美しいかぼちゃではないですよね。ちょっとこう、とんがっとると。で、この重心というのがどこにあるかなっていうのはやっぱりこう考えない。iPad で書かないんですね。鉛筆で書きますけども、どこにあるかなというのと、書き出すときにですね。で、やっぱりこう影の部分まで、どういうふうに、入ってくるかなっていうのを画面を構成しますけども、こう、だいたいこう、ラフスケッチとして書いていってます。で、面をですね、もうちょっと、レイヤーというのが使えたらね、やってみようか。レイヤー。これを L にすると透明になる。いや、わからんな、やっぱ。まだ、ちょっとすみません、わからないんで、やめときましょう。で、面はやっぱりこうですね、この辺にある面、この辺にある面、この辺かな。この辺にある面。もう、それはもうモチーフによりけりなんで、どこやろなっていうのは自分でこう判断せんといかんのですけど、もうこの辺にももう一段あるかな、もう一段あるかな、もっと奥に入っていくかなとか、側面に入っていくかなとか、皆さんこんにちは、夏伊藤さんも、ブソンさんも、ひろひろさんって初めてかもしれない。絵の具さんもこんにちは。皆さんね、あるいは吉川さんも、01、なんていうんですか、アップライザーさん、大高さんもこんにちは。こういうこう面を意識まずするということを、光の方向にズドーンとこうぶつかって、光の方向があって、影が落ちとるということをやっぱり認識してあげんといかんのですね。で、こういうふうにこう、なんとか面でこうまず見てあげるような感じかな。っていう感じで、今日は進めていこうと思います。デッサンですね。またなんかこう補足的な質問とかあったら遠慮なくしてください。聞こえてますね。よいしょ。もうちょっとこっち寄せますね、影がね。で、書き出しって大体こう柔らかめの鉛筆がええかなと思いますので、で、一般的にはこう、いっちゃん出っ張ってるところ、iPad で言うと、こういうのね、すごい初歩的なことをね、またね、レイヤーとか使えないから許してくださいね。もうおじさんってね、もう普通のね、一番端のとこ、このポイントを探していくんですよ。どうしてもこう形をぐーっとくくってしもたりしたら、
ちょっとでも狂ってたりしたら直すの大変やから、点で打っていくと。点、点、点ててん、点ででてんてててんてててんてててん、点。庭でこの取れたかぼちゃも、まあ、近々煮付けに変わるのかと思いながら、点点点点。で、まあ、優しい気持ちちゃうな。あんまりこう強く持たないで、軽くこう、下の方持って、そうすると、消しやすいんですね。まあ、単純にこう、鉛筆を立てて書いてしまうと、紙の目の中に入っていってしまうから消えにくいと。で、書き出しの中っていうのは本当にもう鉛筆を寝かせながら、言い間違いとかあったらごめんなさいね。もう本当にこうおしゃべりしながらやってるというね、得意な状況にありますので。で重心というのがこう、軸がこの辺かなと、この辺かなと。まあ今ちょっと妻買い物に行ってるんで、ちびは泣きながら今日も今日も、保育園、幼稚園に行きました。で、まあ輪郭線ももちろん大事なんですけどね、中にこの辺にこうあって、で、大体の面がこの辺に見えてきて、光が直光でこの辺にボコーとぶつかってますっていうのをしっかり認識してあげて、ここからぐっと入っていくみたいなのを認識してあげて、まあ、不格好なね、かぼちゃでございます。まあ、そんなのがね、人間もそうですよ。もう不格好なね、ゆうすけさんも、コージエヌさんも、皆さん仕事してますか？私、ちょっと今日ね、なんか、時間がぽっこり空いてしまったんで、1時からちょっと用事なんですけど、もうぽっこり空いてしまったんで、今から油絵出すのもなぁと思いながらですね、今ちょっと別のいろいろやらなあかんことあるんですけど、もうちょっとそれよりも、ね、絵描きたいなと。さっきコミュニティ欄にあげたんですけど、あれ、皆さんどうでした？88歳のおばあちゃんの肖像画を頼まれて、嬉しいな、これやと思ってやり出すんですけど、ちょっと iPad で遊びがてら書いてみたんですけどね、皆さんどうですかね。で、ちょっと鉛筆の腹を使いながら、本当に今年はどうですか、原監督は。今年で退任ですかね。でもいい監督っておりますかね。どうですか。昨日負けたんですか？もう8回ぐらいまで見ててもやめましたけどね、もう寝ましたよね。こんにちは。広瀬さんもこんにちはと、ずっさんさんもこんにちは。立派なかぼちゃ。これ本当、なんかでも言うたんですけど、また今年もやられてしまいまして、広瀬さんにはちょっと聞いたんですけど、うどんこ病にやられましてですね、1個しか球ができんかったという。ね、もう本当難しいですね。すいません、ワンチンをちょっと忘れました。すぐ取ってきます。よいしょ。広瀬試験さんの YouTube にですね、私のなんかが載ってて、うちの妻があれとか言ってましたよ。見てましたよ。宣伝しておきましたよ。イカミリンさん、こんにちは。はじめましてという初見ですとね。遠慮なくコメントしてください。アウトプットで大事ですからね。皆さんアウトプットで大事ですよ。こういう文字書くこともアウトプットらしいですよ。文字書いて、なんかこう、ネットでもやっぱ話すこととかね、メール打つこととかっていうのもアウトプットですのでね、やっぱね、精神的にしんどくなるときはやっぱアウトプットが少ないときなんで、皆さんこうね、やっぱどんどんアウトプットしましょうね。屋外になかなか出にくい環境のね、人たちも多いでしょうし。まだ私はね、なってないんですけどね、もうほんとぼちぼち、僕がなるというより、あいつが持ってくる可能性が非常に高いですよね。あいつが持ってくるでしょうね。右利きの場合は、こう、ちょっとこっちの線が多くなるので、2B を使ってます。2B。2 and ブラックですね。ブラックの略なんですよ。アザースって書いてますね。コミュニティ欄の肌の色、きれい。本当ですか？伊藤さん、ありがとうございます。ね、あれもちょっと実はさっきまで動画にしてたんですよ。30分で書いたんですけどね。ちょうどね、今日夜中なんか暑くて起きてしまい、難しいですよね。何度に設定してます皆さん、エアコンの温度って。
僕は28度プラス、扇風機にもうぶち当たらないと暑くて暑くてなんですけど、やっぱりこう女性はね、あれなんで、うちの妻は29度がいいと。で、チビたちはどうも28度のが安眠してる感じがすると。このせめぎ合いですよね。よう動くんすよ。まあ、うちの恐竜2の方が、もう愛知の方が、2の方もなんかね、よう起きるんですけどね、ちょっとこれ、なんかガムテープかマスキングテープで貼っつけときたいね。北の空さん。広瀬試験さんはあれですか？あれは入れ歯のあれなんですね。入れ歯を作られてるんですね。僕も歯医者行かんといかんわ。もう1年ぐらい行ってない。よいしょ。練り消してちょっとつけときました。動くの嫌なんでね。これ紙ね、何やったっけな忘れました。これ。プロフェッショナルボードです。シリウス両面。何でしたっけこれ忘れた。なんかね、何回か使ってて、水彩で何回か使ったんですけど、あんまうまくいかんかったから、もうちょっとデッサンに、してみようと思ったら、やっぱデッサンいいですね。デッサンには相性いいような気がしますね。読んでいきますね。ズッサンさんもありがとうございます。すごく素敵でしたと。本当ですか？ありがとうございます。もうあんな感じ面白いですか？ね、30分で書けるし、動画にするのもめっちゃ簡単だから。あんな感じで、なんかね、ちょっと巨匠の絵を描いてみるとかね、自画像を描いてみるとか、いいですよね。巨匠のなんか、レオナルドの、影までちゃんとね、モチーフに入れておきましょうね、モチーフをちょっとヘンテコリンな、こうどうしてもこう動画上、ヘンテコリンな影になってしまいますけど、本当はもうちょっと速攻落ちて、真横からね、当てるとか、こっちに落ちてるよりはいいんですけど。で、鉛筆のこれ、腹で優しく書いていって、これ油絵家の、僕が20年前に予備校で教えてた時の書き方なんで、なんか最新の書き方ではないと思うんですけど、20年ぐらい経つのかな。年取るもんやね。もう皆さんね。皆さん若いですか？年取ってますか？絵の具さん後で見ますと。かぼちゃプリンを作られたんですか？デッサンがかぼちゃでびっくり。いや、もうなんかずーっとこう台所に置いてて、多分、妻はなんか書くんやったら早く書いてっていうこう感じがしたんで、はい、わかりました、書きます。これもまた 2B なんですけどね。1時間弱かなと思ってます。12時ぐらいには終わって昼飯食って、ちょっと午後の仕事に備えようかなと。奥にこうやって抜けていきますピュン。結局こういうとこも少しこうね、全体的にこう暗いので、少しこうこすっといてもええかなって感じはしますけどね。せっかくやったらこの、なんちゅうか、ヘタの部分、ここの部分のカラカラになってる感じとかを、鉛筆を使ってゴリゴリ書いといてもいいですね。ゴリ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 。ゴリ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 。これはちょっと多摩美術大学のなんかこう版画家ってあるんですけど、そこを受ける子たちに教えてた方法の一つなんですけどね。20年前ですよ。もう化石みたいな人間なんで。ガガガガガ。鉛筆を、硬い鉛筆です。今 4H です。4H。こんなね、在宅の人とか、あとは、ちびっ子たちとか見てたらね、コメントしてね、高校生とかね、中学生とか小学生とかね、なんか変なうちのちびもYouTube ばっか見てますけど、ね、そういうの見るよりも、なんか、実際に絵が出来上がっていく過程なんか見る方が勉強になるんちゃうの？わからんよ。適当に言ってるよ。これはね、2B。このゴテゴテ感をどう出すかと。ね。鉛筆の腹使って書いていくんですけど、あとこすったりもするんですけど、やっぱある段階から、ブソンさんのためにはなんかガラスとかなんかね、しまったね、そういうのにすればよかったですね。鬼好評待ってます、皆さんね。なんかこう本当にこの人がどう伸びていくのかとかっていうのを見たいんですよ。僕はなんかね、オンラインでどこまでいけるかチャレンジをね、やりたいんですよね。これなんかステトラの濃い鉛筆ですね。馬場崎さんも、こんにちは。昼休みに入りました。そうですか。もう、皆さんね、労働してくださいね。私もたっぷり税金は払ってますよ。
よいしょ。よいしょ。コーチェネさん、質問です。実物を見て描くのと写真を見て描くのとの感覚の違いを教えてください。おお、難しいし。ちょっと質問やな。感覚の違い。感覚の違い。感覚の違い。まあ、例えば、もう現実にここに物があって、落としますよ。うわごめん、びっくりしました。今の音とかって写真じゃ表せないじゃないですか。この量感とかっていうのね。いや、あとはまあさ、質感、触った感じ、びっくりしたでしょ、今。ごめんなさいね。質感とか、やっぱね、これが面白いんですよ。で、もちろん、こう、やっぱり現実として書けないこともありますよね。北海道行って取材して、そこで現場で、まあ、冬の中書け言われてもなかなか難しいけど、でもなんかこういう量感って、なかなかこう、今、死語になってるような言葉があるんですけども、僕結構こういうのって、実はなんかフォトグラフィーから書いてる人ってなかなかこう、まあ、フォトグラフィーから書いてる人って出にくいんやろうなと思うんですね。だから、こう、細いな。まあ、質とか、質を感じさせる量。まあ、量感って英語で言うとマスって言うんですけど、こういう感っていうのは現実じゃないとなかなかこう体現できないじゃないですか。で、そういうのをやっぱりこう写真じゃない、本物見ながら描くときというのはやっぱり重視して描きますし、それが面白い。で、絶対に難しいです。絶対に難しいです。本物見た方が。もう写真のがやっぱ平面から平面なんで、なんか出来上がった気にはなるんですけども、なんかリアリティみたいなのは乏しかったりしますよね。だからこう不格好でも形が悪くても、なんかこう、僕は本物を見て書く訓練もしておいた方が、もですよ、いいんちゃうかなとは思いますよね。そういう遠回りなことっていうのが、嫌がる人は多いですけど、逆に近道やっていうことにね、気づいた方が勝ちなんですけどね。あれやばい。多分これは僕のあれだ、Amazon の商品が届いたな。最悪や。どうしようかな。なんか頼んだ気がする。また奥に抜けていく形を。これ結構強く残してます。さっき 2B のなんかこれ持ってましたよね。どこ、ここあった。黒い、持ち手の2B の鉛筆、なんというメーカーこれステッドラーです。ステッドラーのめっちゃ黒いってやつです。めっちゃ黒いみたいな鉛筆が、いつぐらいかな ?1 年ぐらい前かなんか出てたような気がして、なんて言って適当に買ったんですけど、めっちゃ黒いなと。これより黒いのになるとね、色鉛筆だと思いますよ。色鉛筆のなんか黒みたいなのがもうどこあるかちょっとわからんですけど、めっちゃ黒かったりします。で、三菱のこれ、まあ黒かなわからんけど、でこれよりまた黒いのがステッドラーの色鉛筆。めっちゃ黒いですよ。ビビりますよ。で、こうなって奥に入っていく。こんな書かんでいいんですよ。重いものは重いように描くのですね、と。そう。これ難しいでしょ。なんかこう、彫刻家とかのデッサンってどっちかっていうとそのマスを意識するんですよ。だからまあ、重いかどうかわからんですけど、結構黒いデッサンが多いように僕は見える。油絵家ってどっちかというと情緒的な絵が多いなっていう感じがしますよね。日本画って形をすごい正確にとっていく。まあ、デザイン家もそうかな。デザイン家となんか日本画ってなんか僕は似てるけどどっか違いがあるんでしょうね。ちょっとそれが、僕は油絵家ってなんか情緒的な少し雰囲気のデッサンを、描くというのが多いような気はします。うん。お、ヒロム。
ドローアートさん、こんにちは。鉛筆で描くとき、初心者の人はすぐティッシュでぼかし、あんまりしない方がいいとおっしゃった画家さんがいました。僕、どっちでもいいと思ってます。あの、ぼかしすぎるとやっぱりなんか汚くなってしまいがちではあるんで、ある程度までやったら、今僕結構まだぼかしてますよね。ある程度までやったらやっぱり鉛筆立ててあげた方がいいと思いますけど、なんかこうもう、かたくなにダメっていう先生もいるんですけど、なんかこう、何年か前かな、なんだっけな、まあいいか、もう俺もいろいろ仕事辞めたから言うと、あの、お茶火っていうところがめっちゃなんかこう美大に受かった時があったんですよ。もう10年ぐらい経つと思うんですけど、で、そしたらそのお茶火さんがこう YouTube で、デザイン科かなんかがめちゃくちゃ受かってる年があって、で、それで YouTube に上げてて、で、なんかね、その時ね、間違えたらすみませんね。なんかこう、デッサンの試験が時間が短くなって、で、それに合わせて、まあ、ちょっとこう、やっぱりこう、ある程度こう、ノウハウ的な、ハウトゥー的な感じで、デッサンをこう書いて、そういうのも YouTube に上げてて、それを見てたときに、出だしの段階めっちゃこすってました。出だしの段階ね。で、ただ今みたいな計画的に、やっぱりこう、稜線っていうのがあって、で、反射光とか影の部分があって、ここのところで、ここはあんまり優しめにこすってて、こっちはゴリゴリこすってて。なんかそういうこう、ちゃんと割り振りをしてあげないと、要はここ、奥の方にギューッと入っていくとこやから、紙の目の中に、すみませんね。これ全部消したんやけど、これどうやって消せるの？もうめんどくさいから新しいページ開こうか。まあ、紙の目の中に、紙のボコボコしてるわけじゃないですか。で、ここの上に乗っている状態、やっぱ新しい、すみませんね。おじさんやから、もうしゃあない用意してね。帰ってきましたね。紙の目の上に、乗っかってる状態っていうのは、こういう白い上に黒って考えますよね。で、初めの段階で僕が何回もこう腹でずっと書いていったら、紙の目の上にこうやってちょんちょんちょんと鉛筆の粉があって、で、こするとこの粉がここの中入っていきますよね。ピッピッピッ。そうすると、グレートーンの上に黒とか、こんな状態になると。で、例えば影の中というのはこういうベースを作っといてあげて、で、稜線っていうところっていうのは一番こう、なんていうのこう、昔こう、なんとか、なんて言うんでしたっけこういう、もしボコボコしてたら、稜線のところって一番こう影がつきやすいんですよ。わかるかな？で、直で光当たってるとこってそんなに影落ちないじゃないですか。で、この光の面と影の境目っていうのは一番影が落ちやすい。だから落ちやすいところに、稜線のところにぐっちゃぐちゃ。こっちを使うと。なんか言いたいこと分かりました？なんか言いたいことありました？佐々木由美子さん元気になってはきましたよ。ね。だからちょっとそこのところをあんまりこう間違わないでやっていくっていうことは大事なのかもしれませんよね。本当にもう調子悪かったら調子悪くなりますけどね。今ももう様子見ながらですけど、もう今もある程度、だいぶ元気になってまいりまして、ご心配おかけしました。で、例えば、反射光の中っていうのは、例えば硬い鉛筆、これ H かな？ H。H は何の略ですか？そうです。ハードですね。硬いっていうです。で、そういうふうにこう割り振ってあげて、こっちの面とかはちょっとザラザラしていって、特にこの稜線というところはちょっと光影が激しくなると。だから物理的に考えるとそういう意味なんですね。だから、こすりすぎちゃいかんけども、こする際には、僕はだからなるべくこう理屈をね、鬱陶しいでしょうけど、言うようにしてます。なぜダメって。なんかこう、ダメって言葉や、いいよって言葉よりダメって言葉の方が皆さんをこう脅迫するというかやっちゃいかんのやってなりますもんね。なんか僕はなるべくダメって言葉使わんようにしていきたいんですよ。消しゴム、硬い消しゴム、いけいけいけ、ぐぐぐぐ。羽ぼうきせっかく、ないわ。掃除をして久しく、絵の具ついてしまった、最悪。久しく、掃除をして、デッサン書いてなかったから、よいしょ。
実は鉛筆デッサンの道具がどこ行ったかわからないんですね。ぎゅー、おーちょ。羽ぼうきさん買ったのにな。インターネットでね、ボタンどっか行ってしまった。よいしょ。ズーさん、わかりました？今のわかりました？指3本を Z を書くと。何ですか？指3本を Z を書くと。どういうことですか？おじさんわからないですよ。で、まあ、これも消しゴムで書いてるという気持ちです、僕は。羽ぼうきがあれば一番いいんですが、羽ぼうきが今見当たりません。ブソンさんでしたかね。本当になんかいい作品を送ってきてくれたから僕デッサンをやる気になったんですよ。で、ちょっともうここからは少し硬い鉛筆とか使って、まあ、硬いのだけじゃなくて、もちろんこう HK かなんかでも、コリコリこの中をこう複雑にしていくというような感じで書きながら、もう鉛筆立ててます。だからまあ、僕はどっちかというとここの手でこすのだけは注意した方がいいよってよく言ってました。これ偶然になるわけじゃないですか。手でこするっていうことは。で、偶然たまたまなってしまったのって汚いんですよね。やっぱり自分が必然としてなんか置いていった色とかっていうので、やっぱりこうしていった方がいいんちゃうかなと。まあ、影なんかも初めからこう書いといた方がいいですけど。大丈夫ね。色大丈夫そうね。質問ですと、描くときに頭の中で独り言言いながら描きますか？独り言なんか僕よく、まあ別に独り言っていうかいろんな、なんか、見たり、聞いたりしながら書いてるから、独り言というよりは、なんか、そうか、なんていうのを考えたりしてるんで、別に絵に関しては、まあ多少は考えてるでしょうけどね。もっと丸みを出ようとか、あだとかって言うてやってるでしょうけど、あんまりかな。最近やったら何ちゅうたかな、USJ を、USJ、ユニバーサル、UFJ じゃないですよ。USJ をなんか再建した人がいて、で、その人、刀っていうなんか、株式会社自分で立ち上げられて、でその人の YouTube が結構あって、めっちゃ面白いなと思って。そんなんばっか見てます。だから、なんか、あんまり、そんなん見ながら、自分のこう、仕事に置き換えて考えれんかなっていうのとかを考えてます。まあ、基本的にやっぱチームで動いた方がいいんやろうなと思うんですけど、まあ、僕もね、いつかチームにするのか否かわからないけど、なんかこう、若い作家さんとかで、大学とか出てもなかなか食うていけへん人いるから、ね、なんかチームとかに本当して、僕がしてあげて、なんかできたらいいんやろうなと思ったりするけど、まあ今は自分のね、生活やちびたちのせいです。必死のパッチですけどね。刀見てます。ね、めちゃくちゃ面白いですよね。名前何やったっけ？あの方ね、面白いですね。50歳。と思って。なんかね、神戸大を出てね、刀の人、面白いなって。丸亀製麺とかをね、あれしたり、西武園遊園地西武園遊園地って面白いんですか、今ね。面白いなと。ああいう考え方とかって別にこう絵画と仕事となんかこう関係なくこう僕なんか見てしまうんですよね。なんか昔やったら、昔のソニーの副社長のお話とか、佐々木忠さんかなとか、なんかそんなん見てます。だから、あんまりこう、なんか独り言でブツブツというよりは全く違うこと考え、まあ、絵描くとき、今もそうなんですけど、案外こう、プッと引きで見る瞬間っていうとき以外は、案外単純作業していること多いんですよね。あ、そうそう、森岡剛さんね。森岡でしたっけ？森岡剛さんね。森ってそっちの森でした。もちろんそっちの森かな。
ね、もうめちゃくちゃ面白いね。いやー、面白いなと思って。あんな会社絶対俺入れへんわと思いながら。でもなんか数学というものを使って、やっぱりこう、ですね、データを活かしながら、やっていくっていうことはもう当然の、至極当然のごとくなんですけど、森岡さんはいつかこう沖縄にテーマパークを作りたいっていう夢を語ってて、うわーすげえなーと思って、沖縄はハワイになれるみたいなね、言ってて、うわーすげえなーと思って。たまたまなんかこう僕の方の仕事でメールでぜひこう私の仕事を手伝わさせてくださいみたいなのがこうメールが来てて、その本社が沖縄にあるからちょっとお話聞いてみようかなと思ってさっきメールしたらすぐメールが返ってきて、まだそのメール見てないんですけどね。若い社員さんが多そうで、いいんちゃうかな思って。その人がこれを見てればいいよね。そこでコメントくれたりしたらここでカンバセーションが生まれるのね。で、だいぶこう、なんか、大きな作りだけできてますからね、その上にこう書いていってますよね。ちょっとだけ小紙には、ボコボコはしてますけど、なんちゅう紙でしたっけね、忘れました。悪くないですよ、鉛筆ですさ。今30分ぐらい経過かな。ググってみますとね。そう、ロジカルな発想は絵を描くヒントにもな、そうですよね。なんかこう、絵描くとかっていうこと、なんか分断して物事を考えないタイプやと僕は自分で思うので、あの、とある方からも言われたんですけど、やっぱりこう、なんていうの絵描きさんってどうしてもこの世界に従事しがちなんですけど、やっぱり社会とちゃんとつながっていかなあかんと思うんですよね。で、僕は今そのインターネットとかをね、一番苦手な分野を今やってるんですけど、だいぶこう慣れてきて、今もこうやってね、皆さんとね、今72人もね、皆さん大丈夫ですか？仕事ちゃんとしてくださいね。つながるようになって。よいしょ。で、なんかこう、じゃあ食えないとかなんとかって言うけど、食える様を見せたろうかっていうね、出た、たちの割とか出ましたね。今ずっと立てて書いてますよね。わかります？初めの頃は確かにこすってました。今 H がほとんどですね、H。ちょっとこう手前にぐーっと出てくるようなとことかは少し濃密な色なんで少しこう 6B ぐらいを使って全然今絵だけ見たら量感ゼロじゃないですか。僕から見ると量感ね、量感甘いんですよ。あら。よいしょ。仕事こそこそしています。ヒゲナマズさん、いい名前ですね。ヒゲナマズ。仕事もこそこそしてくださいね。そうね、かぼちゃはね、硬いし重いしね。だからね、なんかね。で、ちょっと達筆なんかを使って、なんか絵の具ついてるな。こするのが、ティッシュとかやったら大きくなるけども、これ達筆って、これも多分ヤホーで売ってます。ヤホーじゃなくて、ジャンゴーでも売ってると思いますけども、こう、達筆なんかでちょっと細かくこすっていったりすると、ざらついた質感とちょっとしっとりした質感が入り混じり合う。入り混じり合う。噛み折った。入り混じり合う感じね。っていうのが出てきますよね。これもこするより書いてます。なんかね。私のお腹が今ぐーっとなりそうです。なったら申し訳ございません。で、影の中なんかもね。で同時にやっぱり影、落ちてる影、in A の、こっちは A の方ですね。やっぱどうしても、ちょっと、あれが欲しい。羽ぼうきくんが欲しいな。羽ぼうけくん。ちびが遊んでどっか持ってきよったかな。どっか持っていったかな。見当たりません。すみません。よいしょ。羽ぼうきって必要なんですね。で、こうなんかこう側面に入っていくところはちょっと硬い鉛筆とかを使って、
しっとりした質感に仕上げていきます。いいですね、今の仕上げていきますとかね。なんか面白いですね。で、今、横のタッチが多いですけど、こっちのタッチも両方同時に入れながら、例えばこの線も上に行けば行くほどちょっと水平的にしていったりすると、ちょっと透視図法的にですね、ちなみにこの紙で書くのは、デッサン書くのは初めてですよ。状況に応じて。前田さんもこんにちは。読んでないやつないかな、大丈夫かな。だいぶ実物大で描くのがいい。大体実物大で描くのがいいのですかっていう質問ですね。どうなんやろな。あんまり僕も考えたことないけど、ある程度実物大ぐらいの方がやっぱいいんちゃうか、見ながらやったらですね。なかなかこれ質問答えにくいですね。なんかわざとでかく書く人もいるし、それがデッサンのことなのか、質問がね。それとも自分の作品のことなのかによってまたちょっと違ってくるんで。でもデッサンは実物大とか、若干小さくなることが多いのかな。紙が限定されてますからね。ごめんなさいね。質問がなかなか今のは答えきれんかった。今で30分、37分ぐらい経過かな。ね、ちょっとおじさんの頭映るかもしれませんけど、今、ちょっと髪の毛がもうぐちゃぐちゃで髪の毛切りに行きたいけど、ちょっと行っていないので、ヘアバンドしているので、映ってしまったらすみません。深川亮さん的なヘアバンドをしているので、深川亮さんがヘアバンドをしていた時代のことを知っている人は、僕と世代が近いと。私もこすれないように羽ぼうきね、買ってあげてください。羽ぼうきいいですよ。デッサンね、するとき、ここでこするとやっぱね、汚なりますからね。でもそれも臆せずぐいぐい書く人いるんですけど、あれは僕絶対一番あかんと思ってるんで、やっぱり自分で責任をちゃんと一手一手に取るという気持ちで、偶然に汚れてしまったなんていうのは、やっぱね、良くないですよ。プロフェッショナルとしてはね。やっぱりそういうところは、頭が映らんように、この辺、トークを書くのが難しい。すごくなんていうか、この辺なんかね、もうほとんど面でベタっと塗ってあるだけなんで、ちょっとこういう殺筆みたいなんで汚しながら少し書いて、この輪郭なんかがね、ビターっとしてるんで、こういうとこちょっと複雑にしていって、それでも中の方、前の方が見えて、ほんといかんのですよね。途中からですみません。今日の鉛筆の濃さはね、初めは 2B 使ってました。で、途中からね、6B もちょろっと使ったけど、あと H が今多いかな。この辺に HB とかあるんですけどね、HB 使おうか。HB ぐらいがいいな。その辺ですね。鉛筆デッサン道具セット君たちが亡くなりまして、どこ行ったのか、冒険に行ってるんだと思いますけど、どこかに行ってしまいまして、探すのめんどくさいんで、その辺にあったやつだけで。H があればいけるかなと思ったんで、H ですね。で、あと筆圧もちょっと変えたりですね、しながらですね。あとは、なんかあんまこするというよりは、鉛筆を立てながら。どうですか、ブソンさん。ブソンさんのために。やっぱ鬼好評出してきてもらえるとですね、もうめちゃくちゃ僕もね、課題が見えてくるんですよね。めっちゃありがたいですよ。あれで、やっぱ、もちろん初心者の方とか、水彩とかも、やっぱこういうのやってあげようかなとか思うんですよね。よいしょ。よいしょ。
ね、手油がついてね、あれなんで。これは単にあれですよ。毎回使ってますけどね。これね。アクリルの棒を、ただ、下と上にこれ木を貼っつけて台を作ってるだけですよ。もうここでライブ配信すること多いから、箱でも作ろうかな。鉛筆立てて書いてますよね。今 H 使ってますね。ゴロゴロゴロ。で、たまにはこう、なんていうか、両線のところを、こう、両線を分断というか、こっち側まで行くような気分で書いてあげたりとか、ちょっとこう、ハイライトのとこ書いてあげたり、もう、なんかポコッとしてるね、ポコッと可愛いね、ポコポコポコ。あとはなんか独り言じゃないけども、うわ、めっちゃここ可愛いやんとか、愛を持ってですね、うわ、ここなんか、うわ、チャーミングやんとかって言いながら、おしゃべりしながらですね、鬼好評のレベルどんどん、そうね。もう僕、本当に鬼好評のね、レベルで上がってくるのもいいけど、もう本当に初心者の方のとかもまた見たいんで、遠慮なくそれは出してくださいね。でも本当にこう熱心な方多いから、ね、あと自分の宣伝のために使ってください。もう、どんどんね、自分の宣伝と、やっぱりね、一人で書いててもなかなかあれですし、まあこれぐらいになってくると、今 4H 使ってるけど、あんま効果ないからもう 4H はいいかなと。質問で先生の使っている練り消しはどれぐらいの黒さで、練り消しね、あんま考えたことないけどね。わからん。僕ね、物なくす人なんで、もうどっか行ってしもたら思ったらすぐ帰るんで、黒くなる前に多分なくなる方が早いと思います。とか、あと、あいつの、おもちゃになりますよね。あいつがすぐおもちゃに従うんですよね。だから、はい。ごめんなさい。でも早めに変えた方がいいですよ。もう、殺筆とかもそうですけど、あかんと思ったらもう、一瞬でも思ったらもう変えた方がいいなと僕は思っています。筆なんかでも、あかんと思ったらもうなんか違う別途、切って叩き筆にするとか、案外そこでなんか僕は時間のロスとかを嫌がる人なんで、汚いとか思ったら、なんかそのストレスとかが嫌なんで、筆とかもあかんと思ったら、老眼でこう出来上がってきてるのかあんま見えへんね。よいしょ。部屋版のすぐ見せたくないですね。おじいさんがこんな気持ち悪いですよ。ただ気持ち悪いだけですよね。恵子さんもおはようございます。買い物から帰ってきたらね、突然やってましたよね。デッサンをこう、今もう完全に鉛筆立てて書いてってますもんね。だからデッサンもこうやられる方、やっぱ最終的にはやっぱ縦で書いて、こういう反射光とかの反射光の中のまた明るい色なんていうのもね、こう慎重にこう書いてみて、こう輪郭がこう影と行き来しているとこなんていうのもね、こういうの慎重によく見ながら、まだやっぱ僕はこう量感っていうの出てへんなと思ってるんで、なかなかやっぱ量感っていうのは難しい野郎だぜっていうことですね。黒く書けば量感が出るのかって言ったらそういうわけでもないと思うんですけど、デッサンが上手な方、ぜひYouTube を作ってください。やっぱ競争がこう厳しかった時代の人間は、ある程度この辺りのことは最低限のことがね できますんで、競争が厳しかったっていうのは私たち世代の段階ジュニアのいわゆるロストジェネレーションと言われているかわいそうな世代ですよね。かわいそうにね、ロストジェネレーションなんて名前つけられてかわいそう。一番かわいそうですよね。失われた世代、いなくなった世代。同情とかは一切もちろんしませんけどそういう僕ら世代ちょっとしたぐらいのね、なんか大きい犯罪を犯す子とかがいたりしますもんね。やっぱね、同情はしませんし、もうあれは全然ね、本当にこう擁護する気持ちなんかさらさらないですけど
ちょっとわかるという気分があるのが怖いですよね。よいしょ。たくさんのご回答ありがとうございました。勉強になりました。続きは後で見ますと。かぼちゃだんだん重くなってきました。まだまだね、今で45分経過。本当こんな1個だけでも本当にこう書いていって、ね、良感っていうのも出て、その庭で育った愛情深きかぼちゃくんをもうちょっとしたら終わりますから、もし質問があれば遠慮なくしてください。突然始めたデッサンですけど、ちょっと雰囲気が分かってきたんじゃないですか。ね、なんかこう、その辺にあるトマト1個でもいいですしね。愛犬が遊べと吠えているので、後でゆっくり見ますと。田舎ロマンさんもこんにちはと。ちょっとね、この辺り、光がボンと当たってるところなんかは難しいですけど、また消しゴムで消してみたりとか、そうなると今度軽い感じに見えるし、今度何しようかなみたいなんで。こうやって複雑にちょっとずつなってくると、なんかモチーフがものに変わってくるというか、鉛筆という鉛の黒っていうものが少しずつなんかものに変わってくるという瞬間が見えるんじゃないですか。日頃全然コメントとかしたことないという方も遠慮なくしてくださいね。アウトプットが大事ですよ。アウトプットが大事です。本当なんか怒られそうと思ってもね、質問した方がいいですよ。質問も質が上がっていきますからね。今日お休みなんですね、市場がね。今日水曜日。よいしょ。まだなんか軽いですね。悪戦苦闘おじさんも。筆圧も少し上げながら HK で書きながらもやっぱり BK の初めに塗ったやつが少しこう潰すような感じもありますけども。よいしょ。先生素敵ですと。ね、いろいろ愛情注ぎながら描いてますよ。ねもう、かぼちゃ2年連続うどんこ病にやられたんで、来年は、そういうのをちょっといくつか教えてもらったんで、はい、土に初めになんかしておくとか。多少ね、もうやっぱりね、あれをですね、農薬、ね、優しめの農薬みたいなのまいてもええんかなと。それがキュウリまで行ってしまって、キュウリは正直取れすぎて、もう気持ち悪くなるぐらいまで食うたんで、トマトも今年もすごかったんで、はい、ありがとうございました。だいぶ気合入ってきたんですかね。だいぶ気合入ってきて、だいぶ濃くなってきましたね。やっぱり反射光のところがまだあれですけど、ちょっとオーバーにこう残しているところもあるんですね、もちろんね。やっぱ色が違うことによってこう光がポンポンポンってなってるっていうのが見えるかなと思ってですね。6B ぐらいをちょっと使ってみようか。6B。もっと濃厚な黒。一番黒いとこここかなとかね。グググググ。グググググ。なんかデッサンでこう書いてほしいものとかリクエスト誰かないですか？しょうもないもんでもいいですよ。もうしょうもないもんも書きますよ。しょうもないもんで。なんかあったらぜひ言ってください。今学生さんとか見てる子も一人か二人はおるんちゃうの？ね、大学生でも中学生でも小学生でも幼稚園児でもなんか著作権に引っかからないものね。何々のキャラクターお願いしますとか言われてもね、おじさんやから、ね、その辺ね。これ今、硬い鉛筆で回っていく。
コージェーヌさん、ありがとうございます。すみません。もう、ありがとうございました。もう、そんなつもりで、やってる、あれね、ありがとうございます。名古屋ね。名古屋な。展覧会な。なんか名古屋だけやってないんですよね。名古屋ね。なんかね、日動さんのあれがあるからやりたいんですけど、結局は福岡と、なんかこう、東京だけで終わってまうんですよね。なんかね、来年ちょっと聞いてみようかな。行きたいんですよね。僕が行きたいだけなんですけどね。どうしてもやっぱ福岡とか東京とかのお客さんがもう圧倒的についてしまっているのでですね、ファンがね。僕はね、行きたいですよね。布のデッサン。うわー、布のデッサンか。布か。布か。イメージができん。布か。ごめんね。言っといてね。ごめんね。すみませんね。もう本当に、布か。どんな布やろうな。白い布布か。なんか布が引いてあるとかにします？それやったらいけるかもしらんけど。でもね、もう画面がどうしてもね、このぐらいのサイズのものが多いから、布か。でも、どっかで頭入れときますんで。ありがとうございます。もうね、僕ね、布って言うとね、もうレオナルドの布、ダヴィンチの布があるんですよ。もうそれがボーンと頭に出てきて、もうそれが絶対すぎて、なんかね、デッサンとか怖なるんですよね。で浪人時代もなんかね、布ってね、なんか怖かったんですよね。ひまわりね。雪描いてほしいです。鉛筆とか水彩とかアクリルとか水墨で。雲か。雲か。雲をね、なんかね、アクリルあたりで描こうかなと思う。水彩はお上手な先生いっぱいおられるから、僕下手なんで、雲はね、確かにね、水墨はできないけど、雲はちょっとね、考えてます。なんか、アクリルかなんかでね、やってもいいですよね。ありがとうございます。絵の具さん、お願いします。何がお願いしますかな。何これ何の絵？桃か。桃ね。桃いいかもね。桃何で描きます？水彩？桃いいかもしれんね。桃いいですね。先ほどのひろひろは、佐々木ひろみです。描いてほしいものがあります。荒々しい波を。荒々しい波か。波ね。荒々しい波が僕はもう、昨日、おとついね、佐賀のね、なんかね、有明海ってもう泥の海なんやけど、めっちゃ荒々しくて、満潮やったからかな。めちゃくちゃ、ちょっとそれも考えときますね。すごいいっぱいお題ありがとうございます。なんか、お題はいいですね。友人の、博士と呼んでる友人がいるんですけど、彼はサーファーなんで、荒々しい波の写真を持っているか。自分でやっぱね、極力写真を撮りたいんですけどね。ありがとうございます。昨日美術室によくある石膏の人物を見たんですが、どこから描くと思いまして、そのカールした髪の毛の陰影の描き方ってと感じました。カールって何やろ。ちょっと、僕、今名前言うから、レンさん、モリエールでいいかな。モリエール。調べて。馬場崎さんありがとうございます。鉛筆デッサンの桃ね。それやったら今日できたな。いっぱいお題が出たね。嬉しいな。動画もいっぱいもう作っているんですけどね、もう今ね。桃ね。デッサンの桃か。デッサンの桃か。なんかザラザラした感じをね、どこまで出せるかよね。モリエールの書き方はね、モリエールでやってるから、姉さん調べた？もう1時間経つから終わるよ。僕お腹空いたし、1時にお客さん来るから、ぼちぼち終わらんといかんのけど、ちょっとモリエールね、モリエールってね、見ずに書くよ。ヒゲのおっさんね。見ずに書くよ。iPad でね。ギャラリー。プラス。スクリーンサイズ、縦サイズ。これでいこうか。モリエールってどんなやったっけ？なんか鼻がこうあって、ヒゲがこんな生えてて、こんなんなって、こんなんして、で、横向きで、ここの髪の毛がモコモコモコとしてる人？
で、ここになんかこう、あれがあって、なんかどうやったっけ忘れた。この辺も向こうと見えてる人やったっけこのやったっけモリエールって。このやったっけ忘れた。で、ここのモコモコが描けないって今言うてんのかななんかこのやったっけヒゲが。で、こうなって、こう、モリエールの中心って、ここの喉のこの辺に、だいたい石膏像ってね、中心大体あるんですよ。で、中心があって、で、モコモコを描くというより、ここと、ここと、一番今日の初めの動画の今日初めの方戻って、面で見てあげるんですよ。面で。あ、こんなんやったね、モリエルってね。なんかこんなんやったね。合ってるこんなんやな。で、ここ、面で見てあげて、光の方向がどこから来てるかっていうのをしっかり見てあげて、書き出してください。そしたら書けます。それで、モリエってここの空間をスーッと抜いていくように書けるか否かっていうのがポイントです。で、中心っていうのは大体どこに来るかって石膏像って大体あって、どの角度から見ても大体同じぐらいなんですよ。大体こう10センチ四方、10センチもないかな、5センチ四方ぐらいで、大体こう決まってて、で、こっち側ちょっと切れるってね。頭ちょっと切れる。で、いろんな角度からね、写真撮ってあげたらね、大体中心ってどの石膏も、この辺やなっていうの分かるから、それ早めにやるんですよ、バーっと。で、モリエールのポイントっていうのは、ここの抜け感、向こうから抜けていく感じというのを描けるかっていうことが、ポイントです。ここのところが抜けるように皆さん頑張って描いてください。ちょっと落ちた影まで全然描けんかったけど、だいぶこう頑張ってやった方なんじゃないですか。ブソンさんどうですか？ブソンさんのために今日はやった次第でございます。すごい頑張ってらっしゃったからですね。ちょっと硬い鉛筆で。落ちた影までやっぱね、1時間だらだら喋りながら書いてるということだけお許しくださいね。僕もお腹が空きました。こういうところもちょっとパース的に、こう、影の形が綺麗じゃないよね、これね。こいつと、この動きとこの動きがほぼ同じやからあんまり良くないよね。まあこんな感じで、1時間ばかり、ちょうど1時間でございます。ということで、面かってね、調べてみます。やったーと、いうことで、ゆうのさんもいつもありがとうございます。ちょっとまだやっぱ良感、このね、重たい感じが出てなくて、もう少し頑張らないかんやろうなって感じですけど、まあこんな感じでガチャガチャやりながら、進んでいきながら、鉛筆を立てたりこすったり、しながら進めていったということでございます。ちょうど1時間ぐらいかな、あと57分でございます。皆さん、体調崩さぬよう水をしっかり飲んでくださいね。ということで、以上、文字入っている雑誌など、田舎ロマンさん、文字が入っている雑誌など、うわ、めんどくさいな。めんどくさいって言うと失礼な。文字が入っている雑誌か。雑誌。どんな雑誌がいいのかなちょっと考えときますね。これもほら、著作権的に難しくなってくる、写すのね。ごめんなさいね。だから今ちょっと考えてたんですけどね。ありがとうございました。以上です。1時間終了いたします。終了。終わり。